で、そういった雰囲気のところに住んでみたい。そう、最近これ IKEA で購入したで、ちょっともったいなくてトランプでクリップして留めてこうカーテンにして、そうね、一番高いところだと2倍馴染みのいい色なんだけど、めちゃくちゃあります。こんにちは、えりこです。頭下げなくていいと思うよ。そんな生捨てみたいなやらなくても。こんにちは、えりこですぐらいでいいんじゃない？こんにちは、えりこです。新居に引っ越してきてだいたい2ヶ月ぐらい経ちました。で、今日はまだ全然完璧ではないんですけど、少しずつ各フロア家具と雑貨揃ってきたのでルームツアーをしてみたいなと思います。で、皆さんが気になるなっていうポイントは、彼が後ろから撮影で手伝ってくれてるので突っ込んでもらったりとかしながら進めたいなと思ってます。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは始めていきます。はい、ではここから一つずつの部屋紹介していくんですが、ここはデスクスペースになります。今いるのはデスクスペースなんですが、まず先にこの家と、このお部屋の間取りの紹介をすると、間取りは下の階と上の階があるメゾネットタイプの物件になっていて、下に2つの部屋2部屋があって、トイレ、洗面所、お風呂があります。で、上の階にキッチンとリビングがあるっていう形になってます。で、この物件は全体的にコンクリート調の少しクールなデザイナーズの物件になっていて、そういった雰囲気のところに住んでみたいなと思っていたのと、あと一番この物件で重視したポイントは日当たりの良さです。こういう形で YouTube を撮影したりとか、動画を撮る機会がうちはとっても多いので、日当たりがいい物件っていうのを第一条件としてお部屋を選びました。下の階と上の階があって、上の階はとっても日当たりが良くて、
下の階も比較的日当たりがいいようなお部屋になってます。それがとても気に入っているポイントです。今も別に電気つけてないもんね。そうですね、電気つけてないし、とっても曇ってるけど明るく撮影できてます。オーストラリアにいる時から物件見てたんだよね。そうです。内見してないもんね。そう内見してなくて、ここは築浅の物件なので、そこまでこう水回りとか少し気になっちゃうなとかっていうのがいつもはあるんですけど、ここは築浅なのでそんなに気にならず、不動産屋さんに写真を細かく送ってもらったりして、オーストラリアにいる間に決めてすぐここに入居しましたはい、というわけでデスクを紹介していきます。でまずデスクスペースの紹介になります。で我が家は私も彼もフリーランスでお仕事をしているので、作業するスペースが大事っていうことで、それぞれ今この部屋に2つデスクを置いてます。なのでこの部屋は作業部屋としてほとんど活用してます。まず私のデスクから紹介していくんですが、一番気に入っているポイントはこの大きな無垢のテーブルになります。でこれは奏で物っていうブランドで、ダイニングテーブルとかワーク用の木とかいくつかあるんですが、だいたいセミオーダーでオーダーできるようになっていて、前の家からもう使ってるものなんですが、その家の入るサイズに合わせてなるべく大きいサイズにしようと思ってオーダーして届いたものになります。上が杉の板になっていて、で足が X の形をしたアイアンでできてます。結構デスク周りはすっきりさせた状態で作業した方がアイデアが湧いてきたりとか、自由な発想ができそうな気がするので、なるべく大きな机で作業したいっていう気持ちで使って気に入ってます。どのぐらいのサイズなの？何かける何ぐらい？ここの奥行きが確か75。測りたいね奥行きが75センチあって、で縦が120ぐらいあるんじゃないかな。160ぐらいない？それないか。ないよ。130だね。130、幅が130あります。大きいのがやっぱり気に入ってます。で次のお気に入りのポイントは何といってもこちらのワークチェアです。でこれはハーマンミラーのセールチェアっていうものになります。購入したのが先月かな。そう最近購入をしました。オーストラリアから最近帰ってきて、本格的にフリーランスで仕事をしていくっていうことになったので、なるべく疲れづらい、仕事のしやすいチェアが欲しいなと思って買いました。前使ってたものも使いやすくはあったんですけど、少し長時間いると腰がちょっと疲れちゃうなっていう感じだったので、もうこの際いいチェアを買おうと思って頑張って購入しました。でこれはワーカホリックっていう浅草橋にあるワークチェアの専門店にカウンセリングで伺って、そこでカウンセリングしてもらって一番座りやすかったものに決めました。何個ぐらい座ったんだっけ？20個ぐらい。20個ぐらい座ったよねそう全部ワークチェアに座らせてくれたりとか、この体勢が正しいですっていう風にいろいろ教えてもらったりとかしながら座らせてもらって、最後バロンチェアっていうものとこのセールチェアどっちにしようかなって2択で迷って、デザイン性がやっぱりいいのがこっちだったのと、あとは価格的にもバロンチェアが背もたれ首そうヘッドレストがあって、それもすごく良かったんだけど、価格とデザインの2点でセールチェアに決めました。とっても気に入っていますはい。足元のやつも買ったんだよね。そうこれもそのワーカホリックで売ってたものを買ったんですが、そうこれ面白くて、このラグとこのフットレストどちらもワーク用にできたもので、少しなんていうんだろうな、豆みたいなうにょんっていうちょっと特徴的な形を
してるんですが、ワゴンとかを置いても邪魔にならないようにできてる形状らしくて、でも普通にデザイン性もなんかちょっと変わってて可愛いなと思っているのと、フットレストがもう初めて買ったんですが、これすごく気に入ってもう即買いました。150センチの身長で小さいので、机の高さに合わせた座高にするとどうしてもこう足が浮いちゃって不安定な感じになるんだけど、これがあるおかげでちゃんとこう足が地面についてくれて安定するのがすごく良くて気に入ってます。これもで、簡単にこのデスクの上を紹介すると、私はいつも MacBook を使って作業しているので、こういう形でデスクにスタンドを置いて、でこのモニターをこういうアームで固定して、モニターと MacBook をつないでこう2画面で作業しているような感じです。で横にこれ IKEA で購入した書類トレイで、ここにはもうちょっとごちゃってしちゃうものをとりあえず置いて、ハンカチみたいなのでちょっとカモフラージュして整えてます。じゃあデスクの中お気に入りのものとか、お気に入りのものは、いくつもあるんですが、まずこれアロマです。でこのアロマを作業のお供にしてるんですが、このアロマはエッセンソリーっていうメルボルンのブランドで、オーストラリアからのお土産で購入してきたものになります。でイランレモングラスっていうのが最近のお気に入りで、こちらをよく使ってます。でこれをいつもこの無印で買ったアロマストーンにポンポンと垂らして、ですごく香りが広がるっていうわけじゃないんですが、これはでもこうデスクにいるこの本当に身の回りだけにふわって香ってくれたりとか、もう直接このままでこう嗅いだりとかして、ちょっとリフレッシュとかをしながら作業するのが最近気に入ってます。あとはこの IKEA のテッサマンワゴンにいろいろ収納してたりとか、上に飾ってるんですけど、好きなのまずお香立てがあって、このキャンドル、これお気に入りでここに飾ってます。これは YouTube やってる平岡裕太さんのアンドセラミックスっていうタイルに合わせてこのキャンドルの柄を作ってもう一点物で販売してるっていうブランドで、彼のお友達で仲良くさせてもらってるんですけど、でこれいいですねって言ったらちょっといただきましてずるいで大事に今飾らせてもらってて、いろんな柄があってすごくおすすめです。であと最後にこちら、これただ飾ってるだけですが、吉田ユニさんのトランプなんですが、これもうずっとメルボルンにいる時から日本帰ってきたら買おうって決めてたやつで、こういう風にトランプ一つ一つ食べ物とかお花とかを使って絵柄を作ってて、もうそれが一枚一枚違うっていう、こういうイチゴでハートの6が作られたりとか、すごくないですかでちょっともったいなくてトランプとしてはまだ使えてないんですけど、ちょっとなんか見たいなっていう時に眺めたりするように購入しました。お気に入りで、横に植物もいてくれてまして、で一つがパキラ、もう一つがサンスベリア、どっちもねすごく元気で、オーストラリアに行く前からあって実家で育ててもらってたんですけど、すごく元気でうさぎの耳みたいになんかこっちまで伸びてたりとか、あとこのパキラもまだまだこう新芽がねたくさんで出てくれたりとか、すごく元気で可愛がってます。それ本当はパキラ最初そのさ一番下の木ぐらいだったんだよ。すごいね。すごいよね。めっちゃ伸びてる。しかも剪定も多分1回したんだよね。なんかしてあると思う。ここが切った跡あるから、で最後にこのカーテンを紹介したいので紹介します。アクタスのグッド80っていうシリーズのマルチクロスです。これインスタでもう先日紹介したら反響が多かったんですけど、これマルチクロスなので1枚の布、カーテンに留める用のクリップ、こ
これも別で売ってて、これをなんか好きな長さにこの1枚の布をこう半分好きなとこで折って、でクリップで留めてこうカーテンにしてるっていう感じです。カーテンっていつも引っ越したりするとその度に買い替えなきゃいけないのがなんかもったいないなと思ってて、でこれも生地リネンなんですけど、結構リネンの生地好きで、前もリネンの生地のカーテン持ってたんですが、この家に引っ越してきて丈が合わなくてちょっと悲しかったので、もし引っ越したりとか使わなくなったとしても使い回せるものだったらいいなと思って見つけたマルチクロスです。でこれもう一つちょっとお気に入りのポイントがあって、そのアクタスのグッド AT っていうブランドはなんかコンセプトというか、そのできたきっかけがアクタスのなんか若い人たちでのグループ、なんかデザイナー集団みたいな感じになってて、それのコンセプトがこうずっと使い続けられる商品を作るっていうコンセプトのもとできてるものなので、なんか例えばベッドフレームとかもあるんですけど、それだったらこうサイズがこうシングルからクイーンサイズとかまでこう伸縮可能とか、そういう使い回せるっていうのが結構コンセプトになっててできてるので、コンセプト素敵だなって思って、何かいいのあったら欲しいなと思っててマルチクロス購入しました。じゃあ最初にそのブランドのコンセプトいいなと思ってたどり着いたってこと？うん、それもあるね。アクタス結構好きで、見てたのと、その流れでマルチクロスも注目はしてて、でもただね、なんかねこう丈が160かながこう決まりがあるから、なんか全部の窓に合うかっていうとちょっと分かんないんだけど、そうここだったらなんかちょうどいいかもと思って、はい、次は軽くベッドエリアを紹介したいと思います。まずマットレスなんですが、マットレスはコアラマットレスを使ってます。コアラマットレスとっても使い心地よくて、コアラマットレスが来てから毎日本当によく眠れるようになりました。なんか途中で起きるとか寝れないっていうことがあんまりなくて、もう朝までぐっすり眠れちゃうっていうぐらいいいマットレスです。疲れは取れますか？疲れ取れる。取れるんだ。うんわかんない、なんかいろんなことが影響してるかもしれないけど、お風呂に入ってるとかちゃんと。そう、オーストラリアの時はお風呂入れなかったもんね。そう、シャワーだけだったからお風呂に入っていいマットレスで眠るっていう、よく眠れています。ベッドカバーと枕カバーを紹介すると、ベッドカバーはヘイで購入しました。緑が結構好きなのと、ストライプとスタイリッシュでいいなと思って、このセールだったタイミングでベッドカバー購入したのと、あと枕カバーはテクラっていうブランドの枕カバーを使ってます。これよく見るんじゃないかな。テクラはタオルが有名なの？そう、タオルが有名だね。なんだろう、インスタとかでよくなんか見るからかな。へえ。うん、どこのブランドだっけな、ちょっと忘れちゃった。オーストラリアでも売ってたよね。オーストラリアでも売ってた、セレクトショップに。で海外のブランドなので、あんまり日本でこう正式に売ってるところは少なめではあるけど、テクラの公式サイトで普通に海外から輸送してるんだけど、公式で買えたのでそこで購入しました。オーストラリアのお店で買いに行ったらなかったんだよね、ちょうど売り切れで。そう、ちょっと好きな雑貨屋さんがあって、ブラウン色なんですが、もうこういうブラウンの色の、これパンアフターのチョコレート。そう、デスクにもある。これも柄が可愛いっていうのでリピートしました。これが売ってる雑貨屋さんでテクラの売り切れてました。そうブラウンだけね、これ人気なんだよねって言ってて、店員さんが。でそうやって言われるとちょっと欲しくなるっていうあると思うんですけど、にわかだったそうなんか日本に帰ってきたらちょうど在庫があって買えたので、絶対買おうと思って買ってきました。はい、でここからは上の階の紹介をします。で上の階はリビングと L 字型のキッチンがあるようなレイアウトです。上の階は結構天井が高めなので、すごくなんか高いものも置きやすかったりとかして、高低差をちょっとうまくつけながら家具配置してます。多分3メートルぐらいあるよね。ペリコちゃんの身長の2倍ぐらいはあるもんね。2倍以上あるんじゃない？確かに3メートル以上あるのかな。ちょっとねこっち側が斜めに傾いてるけど、そうだね、一番高いところだと2倍以上あるんじゃない？ 3 メートル以上あるんじゃない？ありそうだね。うん、結構高いので、そうなんで基本はさっきのデスクで作業してるけど、
気分転換にと思って上来るとなんか開放感があっていい気分転換になってますね。そうただここのお家の、難点はめちゃくちゃ響くってことだと思うから、そうだね。前までさマイク違ったじゃん、今回からピンマイクにしてるからちょっと皆さんに意見聞きたいね。確かに今日からピンマイクにしてるのでなんか音が今回の方が聞きやすいのか、それとも反響が入ってもいいのか。確かに。いやそんなに変わるっていうことなのかそうそう変わったみたいな感こちらじなのか。は気にしてますってことなんだけどそう結構反響がねあって、そう編集とかしてると少し聞きづらいかなって思っててピンマイクに今日からしてるので、ここも注目してちょっと聞いてみてください。はい、じゃあ行きましょう。はい、ではまずソファースペースを紹介します。一番お気に入りのポイントで言うと、なんといってもこのアルフレックスのマレンコっていうソファー、これは1ヶ月ぐらい待ってやっと先週届いて愛用してます。これはちょっと前の動画でも紹介したね。そうちょっと前のリビングメイクオーバーの動画で紹介したんですが、マレンコソファーでソファーどうしようかなっていう風に迷ってて、まず決め手としては座高が低いものにしようと思ってました。天井は高いけど広さはそこまですごく広々っていう感じではないので、座高が低いソファーっていうのを基準に選んでいて、で東郷だっけ、リーンロゼの東郷、そうリーンロゼの東郷っていうものもいろんな方が紹介されてるのを見てちょっと気になってはいたんですけど、お友達にマレンコもいいよっていう風におすすめされて、でいろいろホームページとか見てたらソファーができたなんかきっかけのストーリーとか、イギリスで50年以上前に作られたソファーらしいんですが、なんかその30年以上愛用してる方のお話とか、なんかもうすでに使ってる人のストーリーとかを見て、なんかいいなって思っちゃって、一生ものだねって言って購入しました。すごい西日が西日すごいね、リーンロゼはあれだよね、もう全インスタグラマー使ってるやんってなったよねそうみんな使いすぎてちょっと違うのがいいなともなったよね。そうだね、いいと思うんだけど絶対座り心地もいいと思うんだけど、ちょっと違う選択肢ちょっと探してみようって思って刺さっちゃった。おばあちゃんになるまで使う予定です。でこれを中心にいろいろレイアウトを組んでいこうと思って今やってるところで、ここのエリアでもう一つお気に入りなのがこのサイドテーブルです。でテラコッタ色、私テラコッタ色大好きで、これはオーストラリアのセレクトショップに行った時に見つけて彼と一目惚れして買いました。でこれ結構ずっしりしてて、本体だけで確か10キロぐらいあるんだよ。そうだよね、10キロぐらいある重たい重厚感のあるサイドテーブルなんですが、一目惚れしちゃってオーストラリアで買って、ほぼ家具は手放してきたんですけど、これはどうしても持って帰りたいと思ってオーストラリアから郵送して先々週ぐらいに戻ってきました。下にこういう形で本が収納できて、でこっちの表と裏でそれぞれ収納できます。わかるかな、ウェーブがかってて S 字みたいな形の足になってます。どこから見てもなんかいい感じのデザインになるように設計されてるんだよね。そうだねそうみたいです。実用的なことで言うと、見せたい本をこっちの表側に置いて、少しなんか隠したいっていうものは裏に入れるみたいな、そういう使い方もできたりして機能的でグッドです。でこのフラワーベースもお気に入りです。ファジークのフラワーベースで、これもオーストラリアにいる時に購入しました。でおそらくオーストラリアのブランドなので日本で買えないかもしれないです。そうだね、日本では見たことないね。このねフラワーベースとしてはシンプルなんだけど、この上についてるオレンジのボールが特徴的で、ちょっとアクセントになってくれるので気に入ってます。でもともとこのウッドのサイドテーブルが来るっていう風に分かってたので、全体を通してうちの家はシンプルな馴染みのいい色なんだけど、キーポイントでこういうテラコッタ、オレンジ、レッド系の小物で揃えるように意識して最近は雑貨選んでます。ちょっとね、ダイニング、キッチン、小上がりってエリアはなんか同じフロアなんだけどエリアが4つあるから、それをうまくレッド、オレンジ系のもので
ちょっとまとめられると統一感出るのかなと思って今ちょっと揃え中っていう感じです。その小物を揃える中で最近買ったのがこの時計です。もともと掛け時計欲しいなと思って探してて、この時計はリグナテラス東京で見つけて買ったものです。でこれもが前回ぐらいの Vlog で出てきてるので、詳しくはそちらを見てください。ブラウンとホワイトの2色あってどっちにしようかなっていう風に迷ってたんですが、これブラウンなんだけど限りなくこのウッドのサイドテーブルに近い色かなっていう風に予想して、やっぱ白だと白よりもブラウンの方がユニークかなと思って購入しました。なんかこうマット感がある質感と、あと少しこうなんていうんだろう、丸がずれた影になってるこういうデザイン可愛くて、でこう単身の部分も丸になってたりとか、なんかちょうどよくデザイン性があって気に入りました。でもう一個紹介したいのがこのラグで、これはアクタスで購入しました。これは、エリコちゃんっていうよりもどっちかというと僕がラグ欲しいってなって、合うのどれかなって言って探してて、寝転がりたいみたいなね。そうラグで寝転がりたくて、いい感じにこう個性があるラグで、そんな主張が激しくなくていい感じだよね。そうだね。なんかサイドテーブルとか置くから、なんかちょっとこう色がありすぎると目立っちゃうかなと思って馴染む色にしたくて、でもこうシンプルすぎてもなーって思いながら見てたら、これは結構ブラウン、白、モスグリーンとかいい感じにこう色のバリエーションありながらも落ち着いた色で、ちょっと形もなんか変わってて気に入りました。で最後紹介したいのがこちらです。でこの3つかけてるんですけど、上の2つはザ・ポスタークラブっていうところのオンラインショップで購入したものです。でこれはオーストラリアにいる時からあって、同じくオーストラリアから送って届きました。でただこれはオーストラリアで買ったんですけど、デンマークとか北欧のところから結局はオーストラリアに輸送している形だったので、日本でも同じく買えるかなと思います。でこの下にあるこのアートはオーストラリアから帰ってくる時にお土産と思って購入したもので、フリンダースキーパーっていうデザインマーケットでイラストレーターさんから購入したものです。でこれはデュークスコーヒーっていうメルボルンの私たちもよく行っていたカフェの外観を描いた絵になっていて、結構メルボルンらしさがあって、色合いもちょっとピンクと緑の配色も綺麗だなと思って購入しました。デュークスコーヒー懐かしいね。デュークスコーヒー懐かしい。コーヒー美味しいし、なんかコンパクトなんだけどね、すごくデザインが、内装も可愛いし、立地もフリンダースステーション、なんかメインの駅から徒歩ですぐ行けるぐらいで、気楽にコーヒーを楽しむ感じが好きなカフェでした。でここさっき言ったようにブラウン、レッドでまとめるって話をしたので、なんかこれ3枚メルボルンのアート買ってきたんですけど、ピンクが中心の絵が合うかなと思ってここに配置しました。そうなんだ、知らなかったそう、なんか白とか青とかの青っぽいとか白っぽいっていうアートが他にあるんですけど、ここは周りにそういう色がなかったからこのアートにしました。ちょっと暗くなってきちゃったので電気をつけました。じゃあここからテーブルとか小上がりスペースの紹介をします。でまずこのダイニングテーブルなんですが、これはヘイで購入しました。ヘイの CPH20、 直径が120センチのものになります。リノリウムのグレー。覚えてるね。あんまり汚れが目立たなくていいよね。汚れ目立たないし、汚れてもすぐ拭けば落ちるのが、なんか落ちないかなって思うぐらいのマット感のある素材なんだけど、なんて紙っぽいっていうかな、なんていうのかな、天然の木だよね一応。天然の木なんだけど、なんか綺麗に落ちるよね。綺麗に落ちる。そう素材感すごくなんかいい感じ。いいよね、グレーなんだけどあったかみもあるので、食器がいい感じに生えたりとか、置くものがだいたいよく見えるのでご飯も美味しく感じられます。で次、ダイニングチェアです。ダイニングチェアはガルサニタスの S16 っていうチェアを購入しました。でこれ2脚購入したんですが、1つはセメントグレーっていうカラーで、1つはゴールドかな。座面はウッドなんですが、足はアイアンになっていて、それぞれセメントグレーと
ゴールドの足です。もう程よく遊び心が出ていいなと思って色違いで購入しました。一つはフライミーっていうサイトで購入して、一つはメルカリで購入しました。なんかあれだね、その色がさ、お家にあるやつちょっとしたこうグレーが入ってる色が多くて、それが相性がいいね。そうだね、確かに確かに。グレーとかさ、ゴールドとかもちょっとくすみがかったグレーとかさ、くすみがかったゴールドじゃん。そうだね。だからさっきのウッドのやつとかもなんかくすみがかってて相性がいいような気がするね。くすみカラーまず好きっていうのが前提あって惹かれちゃうっていうのはあるけど、くすんでるからなんか馴染んでるのはあるかも。いろんな色があっても。あとそのチェアはやっぱりその三角の足がダイニングテーブルと合ってるのがいいね。それですこの V 字のね足って結構珍しくて、学校椅子みたいなのっていろんなデザイン出てるんですが、その中でもこの V 字の足は割と珍しくて、でこのヘイのダイニングテーブルの足もこう V 字に広がってるので、それが合ってるのがブランド違うけど統一感出ていい感じになってくれてます。では次、小上がりスペースの紹介をします。まずこの小上がりスペースはまだ発展途上というか、そう完成しきってないんですが、この中で一番お気に入りなのはこのブックタワーです。でこのブックタワーはハーマンミラーのストーリーブックケースっていうブックタワーです。少し前に蔦屋家電のハーマンミラーのショールームをうろちょろしてた時に見つけて、で結構私たち本が好きなので、オーストラリアでも洋書を買って持って帰ってきたりとか、あと小説とか写真集とか、なんかこういい感じに見せたいなっていう好きな本もたくさんあるので、それをうまく飾れるものあったらいいなと探した時にウォッチしてて、結構いいお値段するんですが、セールのタイミングがあったのでそこで購入しました。そう考えると結構あれだね、セールで買ってるもの多いね。セールで買ってるもの確かに多いかも。デザイナーズのものは欲しいなと思うけど、やっぱりちょっと躊躇しちゃうので、ずっとでもウォッチしてて、なんか毎日のように。ただなんか結構アウトレットセールとか、なんかサマーセールとか、意外とそういうデザイナーズのものもセールしてたりするので、それを狙って買ってるかもしれないです。このさ本は結構さざっくり並べてるんだけどさ、この本のなんか並びのこうポイントとかあるの？めちゃくちゃあります。あるんだこれはもう 1,2 時間ぐらい、どれがいいかなってこうでもないああでもないして一旦並べきった感じで、まず彼の身長よりも高いので190センチぐらいある。そうだね。そう、193だったかな。それぐらい高いので、飾るってなると、余白があるインテリア好きなので、あんまりこうギチギチに配置したくないなと思って、横にこう積み上げて飾るのと、表をこう見せるもので、あと好きな雑貨とかを配置したりとか、ちょっとランダムチックだけど、バランスの取れた配置にしたいなと思って考えました。気をつけたポイントとしては、ここ小説のエリアで10冊ぐらい小説並べてるんですけど、こう上だけでなんかちょっと表紙が可愛かったから、これだけ普通にこのまま置いてるんですが、あとはこの色がちょっと統一感なかったので、もう取っちゃいました。ブック、なるほど。なんていうの、これなんていうんだろう、表紙？そう、これを一回取ってみたら、なんかいい感じにこう統一感が出て配置できたので、最近読んだりとか読みたいなって思っているやつをちょっとここに小説をブックカバー取って配置してみました。トラベルガイドブック、自分が好きな人のエッセイ、写真集で、こっちが奥山義行さんとか、なんかグラフィックの写真集とか、大きなもの、分厚くて大きな写真集系を置いて、ちょっとカテゴリー別に分けて配置してみました。小上がりスペースなんですが、これは本当に今カーペット注文してたりとか、ここに大きなちょっとブックシェルフを置きたいなとか、ちょっと構想しているものがあるんですが、まだなので、それは後々また動画で紹介するとして、今取り急ぎこんな感じで収納してます。なんかね、こうキューブ型のブックシェルフをブックシェルフっていうかブックボックスをとりあえず5つ
購入してよく見るような雑誌とか小説とかそういったものをちょっと階段式にして配置してます。これはどこで買ったの？これはね楽天市場で購入しました。今後塗装したいなと思ってて、ちょっと青のカーペットを買って、で少しアンティーク調のブラウンっぽい感じの木で統一したいなっていうふうに思ってるから、木で塗装できるでかついろんな活用法があるそういうのがあったらいいなと思って、ちょうどいいのを見つけて最近購入しました。あと後ろにちょっと本がたくさん積み上がってるので、これを今後収納して、この小上がりスペース全体はちょっと本に囲まれた読書とかちょっとリラックスできるエリアにしたいなと思って考え中です。で今後こうしていきたいよっていう気持ちも含めて、今ヘイで買ったこのパタパタって折りたためるマットレスをここに横に敷いて、テーブルとかクッションでちょっとくつろいだりとかできるスペースとして今活用してます。折りたためて便利だよね。前オットマンとして使ったやつだよね。そう、オットマンっていうかあれか、ソファー代わりに使ってて、今オットマンにもできるし、人が来たらここで実際に寝てもらったりもしてます。こんな感じですね。でキッチンのスペースとかはまた発展途上だったりとか、ここもこれからこういう風にしたいっていうのをちょっとまた作っていくので、これも追って動画で紹介していく予定です。なのでまたフォローして、ちょっと気になるなっていう方はチャンネル登録して動画楽しみに待っていただけたら嬉しいです。あれだね、今日紹介しきれなかったものもあるじゃん。たくさんある。そう、多分いっぱいものがたくさんあるから、こういうの気になったよっていうのがあれば教えてほしいね。確かに動画の中で私が特に触れてないけどこれ気になるっていうものあったらコメントで教えてくれたらコメント返します。コメント返すし、次の動画にも生かしてるね。そうだね、こういうの気になるんだっていうのをちょっと知りたいので、そうだね、教えてほしいです。今回紹介したものはなるべく概要欄にリンクを貼っておくので、気になったものある人はチェックしてもらえると嬉しいです。ということで今回は最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。